こんにちは。今回は花のアクリルたわしを紹介します。これはパプコン編みで編みました。裏側はこのようになっています。パプコン編みで作る花のアクリルたわしです。編み方を編み図で説明します。最初は鎖編み5目の輪の作り目を編み、そこに細編みを編みます。細編みは全部で8個編んで、次の2段目で長編み5目のパプコン編みを作り、3段目で長々編み5目のパプコン編みを作ります。最初は鎖編み5目に細編みを8回編みます。最初は鎖編みを編みます。鎖編みはここから5目編みます。1、2、3、4、5。5目の鎖編みを編み、最初の鎖編みに引き抜き編みをして、鎖編み5目の輪の作り目を作りました。次は細編みです。細編みの立ち上がりの鎖編み1目を編んで、輪の中に細編みを8回編みます。糸端を編み込みながら、輪の中に細編みを8回編みます。これで4回できました。あと4回細編みを編みます。細編みが8個できました。最初の細編みの頭に引き抜きます。ここが立ち上がりの鎖編みですから、最初の細編みの頭はここです。ここに引き抜き編みをして、1段目の細編みが終わります。次は2段目で長編み5目のパプコン編みを編みます。編み図で説明します。1段目の細編みを引き抜いたところから、次は長編みを5目編みます。最初は鎖編み3目で長編み1目とし、細編みのところに長編みをあと4回編み入れて、鎖編み3目と長編み4目を一つにまとめるパプコン編みを編みます。次は鎖編み3目を編んで、次のパプコン編みは隣の細編みの頭に長編みを5回編み、それを一つにまとめます。鎖編み3目を編んで、次は隣の細編みの頭に長編み5目を編み、これを一つにまとめてパプコン編みにします。これを繰り返して、最後は最初のパプコン編みに引き抜き、次に隣の鎖編み3目のところに引き抜いて、2段目が終わります。3段目は長々編みのパプコン編みを編みます。次は2段目のこの部分のパプコン編みを編みます。2段目のパプコン編みを編みます。長編み5目を一つにまとめる編み方ですが、最初だけは鎖編み3目を編んで、これを長編み1目とします。次は引き抜いたところに長編みを4回編みます。長編みは1、2、3、4。鎖編み3目と長編み4目で、これで長編みが5目できたことになります。パフコン編みは針を一旦目から抜いて、最初の目のところに針を入れ直します。最初は鎖編み3目ですから、鎖編み3目の
3個目のところに針を入れ、引き抜いた目を針に戻して、これを引き抜きます。鎖編み1目を編んで、これでパプコン編みができました。次は鎖編み3目を編んで、隣の細編みの頭に長編みを5回編みます。1、2、3、4、5、長編みを5目編みました。針を抜いて、最初の長編みの頭に針を入れ、抜いた目を針に戻して、この目を最初の長編みの頭に引き抜きます。鎖編み1目を編んで、これでパプコン編みができました。鎖編み3目を編んで、隣の細編みの頭にも長編みを5回編みます。最初の長編みに針を入れて、抜いた目を戻し、この目を引き抜いて鎖編み1目を編んで、パプコン編みを作ります。鎖編み3目を編んでから同じようにパプコン編みを全部で8個作ります。パプコン編みが7個できました。あと1つです。最後の細編みの頭に長編みを5回編みます。長編み5目を編んで、最初の長編みの頭に針を入れ、目を針に戻して、これを引き抜いて、次に鎖編み1目を編んで、パプコン編みができました。鎖編み3目を編んで、次は最初のパプコン編みの頭に引き抜きます。最初のパプコン編みの頭はここです。ここに引き抜いて、隣の鎖編み3目のところに引き抜いて、ここで糸を切って、外側のお花の糸に取り替えます。この時、同じ糸で編むのでしたら、このまま編み進めてください。次の3段目の編み方を説明します。2段目のパプコン編みをここで2回引き抜いて糸を切りました。次の3段目では糸を変えます。編み図ではここからとなっていますが、糸を変えるときは糸端を一緒に編み込みますので、2段目の糸端がここにありますから、3段目の編み始めはこのぐらいずれたところから編み始めるのがいいと思いますが、編み図ではこのままここから説明します。同じ糸で編むときは、ここからつなげて3段目に行きます。引き抜き編みをしたところから、次は3段目は長々編みのパプコン編みです。長々編み、5目のパプコン編みを編みます。編むときは実際はこのぐらいのところから編みます。鎖編み1目で一旦引き抜いて糸を変えて、次は長々編みですから、鎖編み4目が長々編みの立ち上がりになります。鎖編み4目を編んで長々編みを4回編みます。これを一つにまとめて、次は鎖編み3目です。これは同じです。
鎖編み3目のところから1つパプコン編みを編みました。同じ2段目の鎖編み3目のところにもう1つパプコン編みを編んで、間に鎖編み3目を入れて、隣の鎖編み3目のところに長々編みのパプコン編みを2回編みます。3段目は長々編みのパプコン編みを全部で16個作ります。2段目は8個でしたが、3段目は倍の16個のパプコン編みを作り、最後は鎖編み3目を編んで引き抜きます。そしてここでアクリルたわしにするときは、ここから鎖編みを編んでつけてください。2段目の糸端はこのぐらい残して糸は切ってください。次はこちらの糸で3段目を編みます。最初に鎖編み1目だけ作って糸端をこのぐらい残しておきます。次にこの最初の2段目のところの3個か糸端分いきますので、3個目ぐらいのところでいいと思います。ここに糸を変えていきます。鎖編みのところを引き出して、ここから長々編みの立ち上がりの鎖編みを編みます。最初に鎖編み1目を編んで止めて、次にここから鎖編み4目を編み、これが長々編みの立ち上がり分になります。次は長々編みをあと4回編みます。長々編みは針に2回糸を巻いて、鎖編み3目のところに針を入れ、糸端を編み込みながら糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜き、もう1回2本の糸を引き抜いて、長々編みを編みました。あと3回長々編みを編みます。針に2回糸を巻いて、2本、2本、2本と引き抜いて長々編みを編みます。あと2回です。これで鎖編み4目と長々編み4目ができました。針を抜いて最初の鎖編み4目の頭のところに針を入れ、抜いた目をかけて引き抜きます。鎖編み1目を編んで、長々編み5目のパプコン編みができました。次は鎖編み3目を編んで、同じ鎖編み3目のところに同じパプコン編みを編みます。編み地を寄せて、糸端は一緒に編み込みながら、次は長々編みを5回編みます。2回糸を巻いて、長々編みを編みます。長々編みが5目できました。針を抜いて最初の長々編みの頭に針を入れ、糸を戻して引き抜き、鎖編み1目を編んで、長々編み5目のパプコン編みが鎖編み3目のところに2回入りました。次は鎖編み3目を編んで、隣の鎖編み3目のところに同じように長々編み5目のパプコン編みを2回編みます。針に2回糸を巻いて、長々編みを5回編みます。
長々編み5目を編んだら、最初の目に針を入れて、目を元に戻して、これを引き抜き、鎖編み1目を編んで、パプコン編みにし、間に鎖編み3目を入れて、同じところに長々編みを5回編みます。最初の長々編みの頭に針を入れて、元の糸を戻して引き抜き、鎖編み1目です。鎖編み3目を編んで、次の鎖編み3目のところに同じようにパプコン編みを編みます。そして次は2段目の糸端がありますから、これも編み込みながら、鎖編み3目のところに2回長々編み5目のパプコン編みを編んで、ここまで編みます。長々編み5目のパプコン編みを編んできました。ここが最後のところです。同じ鎖編み3目のところに、もう一回長々編み5目のパプコン編みを編みます。長々編みを5回編み、長々編み5目を編んで、最初の目に針を入れ、編み目を戻して引き抜き、鎖編み1目を編んでパプコン編みを作り、鎖編み3目を編んで、最初のパプコン編みの頭です。頭はここです。ここに引き抜き編みをして、お花が全部できました。アクリルたわしとして使うときは、ここから鎖編みを編みます。鎖編みはお好きな長さにしてください。これで10目です。10目でも12目、13、14、15目編むと、このぐらいの長さになりますから、たっぷりあると思います。これを最初の鎖編みの引き抜いたところに針を入れて、ここでもう一回引き抜き、鎖編みをつけました。次はもう一回引き抜いて糸を切り、この糸はとじ針で糸始末をします。とじ針に糸を通して、あとは後ろの目立たないところを通せば大丈夫です。このぐらいまで通せば大丈夫ですから、ここで糸を切ります。パプコン編みのアクリル通しができました。厚みのある編み地ですから、たわしとして使うときも使いやすく、大きさも手のひらぐらいですので、扱いやすい大きさだと思います。これは並太ゲートを7号のかぎ針で編みましたが、極太を8号のかぎ針で編むともっと大きな
アクリルたわしが作れます。長編み5目と長々編み5目のパプコン編みで作る花のアクリルたわしを紹介しました。とても可愛い花になりますので、お好きな色でお作りください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。